通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、マスターズ・オブ・ユニバースからの話題になります。日本でも現在絶賛公開中となっておりますこの新作映画マスターズ・オブ・ユニバースですが、興行収入がですね、大変なことになっています。もうこの規模の映画としては今年最大級の大惨事と言っていいでしょうね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんもうご覧になりましたか？現在ね、日本でも絶賛公開中となっております新作映画、マスターズ・オブ・ユニバースです。この興行収入がですね、とにかく皆さん、やばいです。アメリカの2期たち、なんで見に行かないんですか？もう大変なことになっているんですよ。もうこれに関してはね、コタクも報じています。新作ヒーマン映画2026年最大級の興行的ボンズということで、早速ですがこちらですね、改めて見ていきたいと思います。ボンズとあります。こちらが本日のキーワードになります。ということで、このチャンネルをね、ずっとご覧になってくださってる皆さんだったらもうお分かりなんじゃないかなと思いますが、改めてね、こちら見ていきますが、ボム、つまりこれは爆弾という意味ですね。なんですが、こちらがですね、特に興行収入の話になりますと失敗したものということで、このね、ボンというのは映画の興行の文脈の上では大失敗、大こけ作品、このような意味になります。で、通常ですね、失敗と言いますとよく使われるのがね、フロップ。これも同様にね、失敗という意味になります。なんですが、こちらのね、フロップというのは期待外れというニュアンスが強いんですね。ですので、日本語として訳すときには失敗とか不審、このようになると思うんですが、このね、ボンというのはその失敗の度合いがね、さらにそれを上回ってる雰囲気ですね。だから日本語にいたしますと大惨事とか爆死とかね、よく言うでしょ。これに相当するワードだと思っておいてください。このチャンネルではね、このボムもフロップもそうですし、ボックスオフィスとかバジェットとかってワード出てくるので、ちょっとこのワードもね、知らなかったという方はここで改めて覚えておいていただくと見やすくなるかもしれませんね。もともとね、この本日のキーワードっていうのが、プクタがね、ボックスオフィスとかフロップとか言っちゃうんですね。例えばこのチャンネルね、始めた当初、こういう系のね、YouTube チャンネルでウォークっていう人ほぼいなかったんですよ。みんなポリコレポリコレって言ってたんですね。そうするとね、それ見てる方がわからないんですよ。なのでそれを説明したのが本日のキーワードになってるんですが、ぜひね、このボンも覚えておいてください。ということで、こちらは新作ヒーマン映画は2026年最大級の興行的大失敗作の一つとなっている。Amazon MGM の新作マスターズ・オブ・ユニバースはヒーマンを主人公に据えた作品だが、興行的には完全な失敗作となっている。多くの人にとっては驚くような話ではないかもしれない。しかし本当に驚くべきなのはその不審ぶりだ。巨額の制作費が投じられた超大作でありながら、世界興行収入はわずか約5500万ドルにとどまっている。これはかなり厳しい数字だ。やれやれということでね、ちょっとね、こちらのマスターズ・オブ・ユニバース、以前こちらの動画でね、このチャンネルでもこの映画扱っています。当初はですね、もちろんね、公開されておらず予告編が公開されたんですが、これですね、めちゃくちゃ盛り上がりました。その再生数の勢いたるやマンダロリアンも上回っておりますし、ドゥームズデイすら上回ったと、そんな話まで出ていたんですね。ですが蓋を開けてみたら誰も見に行ってないというのが今回かなり問題なんですね。でね、当初言われていた懸念点がもう一点ありまして、それがね、こちらになるんですが、マスターズ・オブ・ユニバース予告編に登場したヒーマンのプロナウンジョークが保守派の怒りを呼んでいる。ということでね、こちらにあるんですが、これね、予告編でちらっと映るんですね。ここ、ヒー・ヒムとあります。保守派がね、大嫌いなプロナウンですよ。で、これでこのマスター・オブ・ユニバースの主人公がウォーク化してるんじゃないかと、こんな話になってしまったんですね。ただこんなのもうどう考えたってジョークなんだから、プクタね、以前の動画でも言ってると思いますが、そんなド直球で描いてるわけじゃないでしょ。で、実際ね、プクタこれ見ました。マスターズ・オブ・ユニバース。やっぱりね、ただのジョークでした。この主人公というのがね、これネタバレじゃないですよ。ざっくりとあらすじなんで、故郷でね、吸ったもんだあって地球に逃がされるんですよ。で、その地球から故郷に帰っていくという話なんですね。で、主人公はこの地球で非常にね、意識の高い会社に勤めておりまして、このね、また黒人の上司がいい味出してるんですよね。もうまさにね、多様性と包括性を体現したような会社で、そのデスクにこれが置かれているというのを見せているんですね。ですが実際にですね、これ予告編で出た当時、保守系の YouTuber とか中にはね、めちゃくちゃ怒ってる人もいたので、これでね、見に行かないと決めた人がいるならば、もったいない話ですよね。あとね、もう一つ、特に X で言われているのが、ここね、見えてます。イドリス・エルバが演じておりますダンカンですね。で、もともとはね、こちら見えますか？このようにね、白人のキャラクターでして、これレースアップされてるんですよ。で、これについて怒ってる人は実際にいます。絶
対に見に行かないと。脇役であってもね、こんなのは許されてはいけないんだということで、結構声高にね、これを批判している人というのは実際ね、X には結構います。なので、予告編というのはね、公開当初、めちゃくちゃ盛り上がったことは盛り上がったんですが、その一方、一部の保守派がね、これに対して強い懸念を示していたというのも、事実ではありますね。じゃあこれ公開してみたらどうなったのか。初週末の興行収入が5400万ドルだったと。これ世界興行収入ですよ。全世界合わせてトータル5400万ドル。じゃあこれね、バジェット、制作費はいくらだったのか。こちらね、ウィキになりますが、見ていきますと、ここにあります。はい。1億7000万ドルから2億ドルかけているということで、これはね、対策といって差し支えないでしょうね。非常に高額な映画なんですね。ロッテントマトを先に見ていきますが、こちら、オールクリティクス 68%、トップが 51%、またこれね、51% なのにフレッシュになっているという謎の現象が起きておりますが、トップクリティクス 51%、ベリファイドオーディエンス 87%、オールオーディエンス 86% ということで、批評家はね、かなり厳しい評価をしていますが、オーディエンスは普通に満足していると。このくらいの温度感ですね。で、プクタもね、先日、このマスターズ・オブ・ユニバース見に行きました。ネタバレはしませんからね。普通に楽しみましたね。で、これね、こちらにあるんですが、上映時間ね、2時間20分あるんですよ。長いでしょ。ここはね、ちょっと気になったかな。終盤ね、完全に中だるみしちゃってるんで、こんなに長くする必要なかったんじゃないかなというのは思いました。なんですが、基本的にはね、ほんと楽しむことができました。もともとバービーのね、マテル社のお人形がモチーフとなっておりまして、ネットではミームですごく有名なんですよね。皆さんも多分見たことあるんじゃないかなと思います。金髪のちょっとね、奇妙な髪型をした白人の男と、あとドクロのヴィランね。あれですよ。オフビートな笑いなんですね。で、それをですね、こちらのね、ニコラス・ガレチンがうまく演じてまして、もう間違いなくハマり役だったと思いますよ。すごく良かったです。で、とにかくね、音楽の使い方がうまいなと思っていて、何を使ってるか言いませんよ。言いませんけど、ね、見た人ならわかるでしょ。うまいんですよね。地球に送られてから最初に敵に襲われるシーンとか、あれ良かったでしょ。やっぱりね、このマスターズ・オブ・ユニバースって、映画としてはね、もちろんね、アニメのテーマ曲とかあるんですが、その映画としてのすごく強いテーマ曲ってないじゃないですか。なんだけど、この2026年版ね、別の、同世代の別のファンタジーヒーロー映画っていうんですかね、の非常に有名な主題歌使ってるんですよ。我が物顔で。もうさもね、自分たちの主題歌のように、それを使ってしまうという潔さ。そしてそこはそこですごくカタルシスがあるというね。いやー、プクタね、曲かかった時は上がりましたよ。そして、あれこれってマスターオブユニバースの主題歌だっけって言って混乱するっていうね。で、ニコラス・ガリチンね、もちろん良かったんですが、敵、スケルタ、これをね、以前もお伝えしましたが、ジャレット・レトが演じておりまして、これね、良かった。すごくね、愛嬌のあるヴィランになってて、良かったですよ。っていうことはこれ2週目。口コミでね、ある程度伸びてもいいでしょう。なんですが、このようになりました。ボックスオフィス、スピルバーグ監督のディスクロージャーデーが4400万ドルで公開スタート。マスターズ・オブ・ユニバースは 71% 急落。オブセッションは予想を覆し続ける。ということで、以前も勉強しましたね。この2週目のドロップ率。これが映画の興行においては非常に重要な指針になるんですが、なんと71% 下落しました。ということでね、こちらボックスオフィス網上を見ていきましょうか。ドメスティック国内が4900万ドル。インターナショナル海外が3900万ドル。その合計ですね、ワールドワイド8800万ドルと、現在ね、公開から2週経ちまして、今3週目を走っているところですね。この時点で1億ドル乗ってません。バジェットが1億7000万ドルから2億ドルって言われてるんですよ。つまり、ブレイクイーブン、損益分岐点は4億ドルから5億ドルでしょ。おそらくこの間ですよね。ここで初めてトントン。にもかかわらず、2週終わって8800万ドルです。やばいでしょ、これ。ちょっと、アメリカの2期たちさ、何やってんのって話でしょ。あれだけ予告編で盛り上がってて。蓋開けてみたら誰も見に行かないというね。で、こちらバラエティまた別の記事になりますが、この巨額予算の超大作には祝うべき材料がほとんどない。すごい言われようでしょ。Amazon MGM のおもちゃ原作映画、マスターズ・オブ・ユニバースは公開2週目の週末に86都市でわずか840万ドルしか上積みできず、海外の興行収入は3940万ドルにとどまった。1980年代に人気を博したマテルのおもちゃを原作とするこの異世界アドベンチャーは北米で4750万ドル、世界累計で8400万ドルを記録しているものの、約2億ドルという巨額の制作費を考えると、ここでもね、ボンと言われてます。工業的大失敗作の領域に近づいてきている。で、現在ですね、このマスターズ・オブ・ユニバース、それでもね、パート2あるんじゃないかなと話も出ておりまして、
よく引用されるのがこちらのガーディアンの記事なんですね。マスターズ・オブ・ユニバースは工業的に失敗している。本当に続編を作るつもりなのだろうか。ということで、この記事ではね、主に何を言っているかと言いますと、これ配給が Amazon MGM スタジオなんですが、この Amazon のケビン・ウィルソンがね、この映画というのは我々の包括的な配給戦略の正しさを証明する重要な第一歩になっていると。で、劇場公開期間を超えて認知度と関心を高め続ける原動力になるだろう。このように言ってるんですね。で、それに加えて監督が次回作への意欲というのを示していて、もしそれらを語る機会を得られるならば、今回ね、パート1で出てくる、とあるキャラクターの存在が重要になると。このようなことを言っているんですね。なので、一応ね、この記事の中では、次回作作りますよって話は出ていないんですが、Amazon 自体がね、割とこの状況を楽観視しているようなコメントを出していて、監督も次回作への意欲を示しているというところで、現在、次回作あるんじゃないかという噂が出ているようですね。で、現在ですね、こちら、マスターズ・オブ・ユニバース。ミームのね、実写化をやっておりまして。このノリですよ。フクタ好きですけどね、こういうの。公式がね、もうここまでふざけてくれると、もうフクタ的には応援したくなってしまうんですが、こちら興行収入のトラッキングアカウントですね。71% ドロップした件伝えています。本当に残念だ。史上最高の映画というわけではないかもしれないが、それでも十分に楽しめる作品だった。だからこそ、興行的に苦戦していると聞くのはがっかりする。熱心なカルト的人気を獲得していくことを願っている。本当ね、フクタもこの空気感ですね。もう大傑作で、鳥肌が立つようなカタルシスを得られるとか、そういう感じじゃないんですよ。なんだけど、中程度のカタルシスを得られるような場面が、3箇所くらいにね、散りばめられていたりして、すごく楽しめましたけどね。Amazon は気にしてないと思う。評価や反応の多くは好意的だ。自分もこの映画をとても楽しめたし、火曜日にもう一度見に行くつもりだ。ジャレット・レトはまた一本の王国映画をコレクションに加えている。ね、モービウス、トロンアレスト続いてますからね。ここね。あれ大使何してるんですかこんなとこで。爆死と聞きつけるとね、大使がお見舞いに来てくれるという。この映画には男らしさとは何か、他者を守るとはどういうことなのかという力強いメッセージがある。話し合えるうちは話し合え。だが、その時終わったなら戦え。戦いに勝つのは詩人ではなく戦士なのだから。それなのにコメント欄ではレトがどうこう、レーススワップがどうこうと文句ばかり言っている連中がいる。全く情けない奴らだ。この映画は正式に失敗作だと言っていいだろう。自分にも色々思うところがあって見に行かなかった。俳優が誰であろうとレーススワップには賛同できない。ね、レーススワップがあるからボイコットしてると。マーケティングには問題があったと思う。主なターゲット層は40代から50代だった。しかし PG-13 指定だったため子供向け映画でもなかった。つまり子供を連れていけなかったということですね。もしレーティングを PG にして清涼飲料水やピザハット、ドミノピザの広告にまで大々的に展開し、さらにはマクドナルドのハッピーミールのおもちゃにでもしていたなら、この映画はもっと成功していたかもしれない。全く不当な評価だ。先週の土曜日にこの映画を見たが本当に最高だった。とても楽しい時間を過ごせたし、ぜひ続編も見たいと思っている。多くの人がこの作品を見逃しているのは残念だ。うちの地域では城の形をしたポップコーンバケットが売り切れてしまった。正直これが欲しかったから映画を見に行こうと思っていたのに、初日で完売してしまったんだ。ね、ポップコーンバケットね、どでかいお城型なんですよね。初日で売り切れてしまったと。はい、ということで本日はですね、現在日本でも公開中となっておりますマスターズ・オブ・ユニバース。オーディエンスは高評価となったんですが、その興行収入が大惨事となっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱりあれですかね、配給が Amazon ということで、正直ね、アマプラ待ちという方は多いんですかね。あとね、先ほどの方も指摘していましたが、レーティングの関係でね、小さい子供連れていけないと言ってる方は結構多いんですね。なので仕方なく息子を家に置いてきたと。こう言ってる方他にも結構いたので、親子連れて見に行けなかったというのはもしかしたら大きいのかもしれませんよね。とはいえですね、この作品。普通に面白いです。ちょっと長いですけどね。普通に面白い。ぜひね、皆さんも劇場に足を運んで、I have the power していただきたいと思います。ぜひね、ご覧になった皆さんも感想の方を聞かせていただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。